数日前まで30度を超える気温だったのに、気づいたら今日は最高気温が20度を下回るぞイヤホンレビュー。秋はどこ行ったんだよ。そんな感じで、今回も、中国からやってきたイヤホンのケーブルの話。今回紹介するのは、KB イヤーの KBX4926、小って愛称もついてるな。このケーブル、このチャンネルでも取り上げたことのある、24芯ケーブルの、KB イヤー版、といったポジション。KB イヤーからはこの他、純銅、銀メッキなしのバージョンも登場しているんだが、この章に関しては、銀メッキ無酸素導線が使用されてるぞ。同じページに2種類の製品が混在しているので、間違って購入しないように注意しよう。さて、24芯のメリットは、洗剤の多さ、そして、他の太い洗剤に比べて、癖がつきにくく、柔らかいこと、線を分割しているおかげか、非常に洗剤がしなやかで、取り扱いやすいのがメリットだ。また、24芯に限らず、細い線を何個も束ねて作っているようなこの手の洗剤は、より音色がマイルドなものが多い印象もある。今回届いた章は、一体どんな特性のケーブルなんだろうか。章は先ほども言った通り、24芯ケーブル、中華イヤホン用の線がめちゃくちゃ多いケーブルは、世間が4芯が普通、8芯が太い、とかやっている中、突然16芯とかを投入し始めたあたりから、ちょっと他国のケーブルとは流れが違うよな。この16芯も取り回しやすく、安価なものが多かった印象なんだが、その後登場した24芯は、さらに洗剤を増やしつつも、柔らかさはほぼ一緒、という、太さと実用性が両立したケーブルなのが魅力。小も他の例に漏れず、しっかりと使いやすいぞ。ただ、やっぱり洗剤の多さはどうしても印象に残る。細いケーブルに比べると、どうしてもこの重さ由来の、使用時の暴れが発生するぞ。なので、どちらかというと、外出時よりも腰を据えて聞くときに向いているな。コネクタ周りは、イヤホンジャックが 3.5mm、2.5mm、4.4mm の安定の3パターン。これに加えて、イヤホン側が MMCX、2ピン、そして QDC 型2ピン。つまり、最近の KZ、TRN などに使えるタイプのコネクタの3種類が用意されてる。通常2ピンは結構微妙な違いでうまく使用できないことが多いんだが、小に関しては特別注意が必要だ。本機は非埋め込み型。つまり、端子の面が完全に本体外側に出ているタイプの2ピン端子なんだが、それでも、本体側の干渉を避けるために、通常のケーブルの場合、ちょっとした段差が用意されているものが多い。小の2ピン端子は、この段差がなく、本体から平たい端子部分が露出しているか、あるいは完全に飛び出している、TFZ 型のようなケーブルにしか使うことができない。若干埋まっているようなタイプのイヤホンには、本ケーブルはプラグが干渉してしまって使えない。地味ながら、かなり大きなポイントだ。よく注意しとこう。というわけで、外装に関しては、2ピン端子が干渉しやすい、という点以外は、他のライバル24芯ケーブルと変わらないように思う。取り回しが良く、ただ、洗剤由来の重量があるので、歩行中なんかにはおすすめできない感じだな。ただ、すべての被膜が完全に黒になっているので、被膜が半透明でないものを探している人には有効な選択肢になるんじゃないだろうか。よりタフに使いたいなら、紫外線などの影響も考えると真っ黒なケーブルが好ましいからな。というわけで、音色について見ていこうか。昭和24芯すべてが銀メッキされた、導線を採用する。お値段が手頃なケーブルらしく、純度などは特別高くないが、銀メッキが高音域のキレを補強してくれるはずだ。実際に聞いてみた感想は、高音域がよく引き立つ。結構太いケーブルなのに、とても金属音などが目立つな。想像していたよりも低音域は少し控えめで、全体に輪郭をくっきり描き出すのが得意なケーブル、といった印象。似たような24芯製品だと、ミックス線がバランスが良い気がするけど、こういう攻めたバランスこそ探してる人も多いんじゃないかな。同のみの24芯も一緒にラインナップされてるんだが、他社のものはかなり素直で、素直な音のまま音の精密さを上げたい時におすすめな感じ。ボーカルよりも、楽器などのキレを高めたい時に、この章がおすすめな感じだった。結構好みが分かれる音色だが、純銀の細いケーブルと比べると、高音域が強調されているのに対し、低音域などがあまり減らないので、パワフルさを保ちつつ、高音域が気持ちよく響いてほしい時とかにおすすめだな。空間も、線の多さのおかげなのか、自然に広がってる感じがして、わかりやすくくっきりした高音域の印象を緩和してる感覚を受けたぞ。24芯というと、とにかく分厚い音を想像しがちなんだが、不思議と16芯ケーブルよりソリッドなものが多い気がする。その中でも、
昭和全線材が銀メッキ線、ということで、非常にメリハリのついた音が楽しめるだろう。取り回しも悪くない。特に、卓上にアンプを置いて楽しむ場合なんかにおすすめだな。特色のあるケーブルは何本持っておいても無駄にはならない。ただし、その分使いこなせるイヤホンが増えるけどな。と、こんな感じだな。わかりやすい変化と取り回しやすさ。値段もこなれているので、扱いやすいケーブルだと思う。気になったら試してみてはいかがかな？と、こんな感じで今回はここまで。今日は雨で飯の確保が難しい。